皆さん、こんにちは、ひまひまです。というわけで、やってまいりました。もう本当にやばいです。もうさ、ちょっとこれに関してお話したいので、ちょっとあまりにも思い立って動画を撮りすぎてすっぴんすぎるんですけど、気にしないでくださいね。というわけで皆さん、本当に私、人生山あり谷ありすぎて、いや山っていうか谷しかないということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで、2026年上半期終わりましたよね。7月だよね、もう。7月だからもう下半期に突入なんだけどね。最近ね、ひまひまの放課後キラハッピーフライデーっていうラジオをね、やらせていただいてるんですけど、ぜひ聞いてください。なんかそれで話したの。もう上半期も終わりですね、みたいな。下半期に入ります。じゃあ上半期振り返り、みたいな感じで。振り返ってみたんですよね。そしたら私の人生、もう上半期呪われに呪われすぎて、もう終了って感じなんです。ちょっと一旦今日はなんでその私のこの心境というか心情を一旦動画に残して、この状況が後に良くなった時に見返した時に、今こんな時期もあったんだな、でも頑張って今になったんだなって自分が見れるような動画にしたいと思い動画を撮っています。シュンってことで早速なんですけど、何がまずこんなにも私を苦しめているのか早速話していきたいと思います。まず2026年っていうかもういいんですよ。でも今だから全部言います。時効ですって言いつつもまだ半年しか経ってないんですけど、2026年の上半期何があったかっていうのを今から話していきたいと思いますね。まずYouTube にとある動画を出しましたよね。受験の結果っていう動画を出しました。その動画が1月18日に公開しました。で、12月にもう結果が出てて、撮った動画なんですけど、本当に受験の結果だけ、結局その結果で言うと、第一志望と第二志望とかが落ちてしまって、一番行きたかった大学に行けなかったっていうね。で、それが本当悔しくて、もうこの気持ちをどうにか変えたいと思って YouTube を撮ったんですけど、その動画がまさかのすごいね、その自分についての資料とかをもういっぱい作ってたから、ポロッとね、出てしまったんですよ。自分をすごく否定された気持ちになってしまいましたみたいな。問題のシーンはこちら。正直頑張ってたところ、一番頑張ってて一番行きたかったところがダメだったので、すごい自分を否定された気持ちになってしまう。自分に関しての資料もう何百枚もスライド作ってるので、私のね、落ちてすぐの動画だったから、自分の心境をちょっとしか言えてなかったから、言葉足らずな自分が一番悪いと思うんですけど、ポロッと言ったら、一文がヤフーニュースになって、X で大炎上。笑えないよね。1月に大炎上です。はい。私本当に、あんまり炎上というものを経験したことがなく、別にそれを気にしたわけでもないし、確かにちょっとショックでしたけど、受験の落ち込みと、それでちょっとガンガンガンみたいな感じでショックだったんですけど、そんな自分は受験もめちゃくちゃ、高1の時から正直積み重ねて頑張っていたから、もうこんな頑張ったもう人生、もうあと大学で受かった行けることになった大学で謳歌するしかない、人生楽しむしかないと思っていた矢先これやめて、自己交換を。3月にチラリーン入学式が終わってすぐですね、なんと私は突如の腹痛で駆け込み病院行ったら、即入院ですと言われ、即入院です、1週間かもですって言われたら、まさかの約1ヶ月入院です。4月ほぼ飛びましたよね。
入院で。あんなにも大病にかかるとは自分でも思ってなくて、そう考えたら私の YouTube って全部人生映してるよね。で入院でいろんな方にお世話になり、命の尊さというものを知り、今ね、自分が健康に生きてることがどれだけ幸せなのかということを思い知らされました。しかしやっぱり悔しいんですよ。なんでかというと、そこの入院してる間にもね、ずっと出たかった番組とかにも出れる予定だったりとかもしてたんで、それが全部キャンセルでしょ。で、出たかったイベントとかも出れなかったし、悔しかったなあれは。でもね、私の体に向き合っていただいて治してくださったお医者さん方には本当感謝しかないんですけどね、本当にありがとうございます。今でもずっと感謝していますし、そのおかげでと言いますか、あんまりね良くないですけど、そういう病気があったっていう事実がねあるので、今もこうやってちょっと価値観とかもちょっと変わりましたし、全てに感謝することができてるんだけどね。で、それで入学式も遅れました。もう入学式も遅れたというか、入学が遅れたの、入学が。で、2週間ぐらいかな。遅れて入学。あれも辛かったな。遅れて入学も。友達ができるか不安だったんですけど。でもすごいいろんな子が話しかけてくれて、今ではすごく充実した大学生活を送れているんですから。男女ともに仲良く。男の子で仲いいの本当に数名ですけど、これ今言っておこう、これで。全くね、スキッピとかじゃないので、本当の正真正銘の友達なので、大学内でね、やばい、今、男子といるから、付き合ってるんかなんかみたいなのやめてください。全くそんなことないです。可能性ゼロで。恋愛とかも私は全くしないので、大学では絶対に。で、1月、3月ときました。いや、もうね、入院したら後は上がるだけでしょ、と思っていたら。続いては、アカウント削除！ねえ、なんで？アカウント削除はごめんなさい、盛りすぎました。間違えた、今の。アカウント、TikTok のアカウント、バンされました。もう、辛いよー。5月かな ?5 月に、授業終わって、インスタのDM 見せたら、ひまちゃんアカウントバンされてるって来てて、その動画もあるので、ぜひ見てください。全部動画にしてる。見たら、本当にバンされていて、ショック。ほんとショックでしたね、あれは。今まで積み上げてきたものは何だったんだろうってすごく思いました。って言っても、2026年、YouTube で考えて100万人到達したりとかはしたんですけど、ありがたいことに。ただいいこともそうやってあったんだけど、TikTok バーンされてさ、5月にね、何も悪いことしてないじゃんと思って、本当にショックで、もうだったらサブアカ頑張ってやると思ったんですけど、サブアカも本アカに比べたら全然ですよ。だから本アカも本当お願いします。治りますようになりますようにって思ったら、治りましたって思ったら、6月、私の不注意で、なんとですね、ここで初出しなんですけど、ラジオで言ったわ。ラジオ全部初出ししてるんで、ぜひ聞いてください。携帯を落としてしまい、画面は割れてないのに、内カメが使えなくなっちゃって、内カメが起動しないのよ。YouTube とかさ、よくさ、スマホで撮るじゃないですか。だから内カメが起動しないってもうすっごい致命的なことなのね。でも終わったと思って、16だったんですけど、内カメが使えないから、携帯を買い替えました。もうさ、待って。なんでかというと、吸盤あるじゃん。吸盤をはっつけようとしたら、ガラスじゃないところにはっつけようとしちゃって、はっついたと思ったら落ちちゃったんですね。だから、私の不注意なんです、とにかく。だからそれに関しては不注意なんですけど、ただなんて言うんですか、ちょっと待ってみたいな。上半期って悪夢のようなことが4連続続いてるんですよ。絶対に起こってはいけないことが起こって。上半期って私これ全部まとめて自分の人生18年間の18年間の中で起こったことならわかりますよ。じゃなくてこの6ヶ月の中で4つだよね。炎上、入院、赤番、携帯落とす。これさ、本当にあってはならないこと？ 6 ヶ月ですよ、上半期って。6年ならわかる。6ヶ月で4つ？ほんとショックで
でも、なんか友達が言ったの、人生トントン説だよ、みたいな。私、怒ることには全部意味があるし、私、今もね、思ってるんです。もうここまで来たら、上半期耐えた。私は耐えたんですよ。だから、下半期いいことしかないんだろうなって正直思ってます。最近結構運いいし、しかもなんか自分が例えばお店で並んだ後とかね、その自分の後ろに超行列ができたとか、自分が行った時はすごいお客さん少なかったのに自分が行ったらめっちゃお客さん増えるとか、そういう時って運気が上がってる証拠なんだって。で、今ほんと最近そういうのがめっちゃ多いの。とにかく。だから運気上がってるんだと思います。誠実に生きようって思ったりとかしたんですけど、本当に。だから上半期はそういうことをすごく思い知らされた期間だったので、下半期は頑張ろうかなと思います。でもなんか全部なんとかうまくいってるんですよ。受験落ちてあんまりなんか人生うまくいかないなって思ったけど、結局大学じゃ楽しんでるし、入院したことでなんかこう分かった気持ちだったりとかもありましたしね、なんか赤番も結構ショックでしたが、TikTok もっと頑張ろうって思って治ったし、結局なんか結構いろいろあったけどなんとかうまくいってるみたいな感じなので、本当に死ぬこと以来噛んじゃった。いいところで噛んじゃったし、太ももが蚊に刺されてかゆいし、もうどうにしていいかわかんないんですけど、死ぬこと以外は死ぬこと以外はかすり傷でしょ。だからほんとそれぐらいのマインドで、こんな暇も結構ついてないことがいっぱいあるんだけど、みんなもね日常的についてないこといっぱいあると思うし、もう最悪だなとか、もうどうやって生きていけばいいかわかんないとか、そういう悩みをねいっぱい持ってる子だっていっぱいいると思うんですよ。暇がこんなについてないけど、暇以上にもう上半期いろいろあった方だっていっぱいいると思うんですね。でも大丈夫。今もなんとか今こんなついてないけど笑ってますし、なんか結局ね、逆に言うと結構今大ネガティブなんですけど、でもこうやってみんなに話すとポジティブになれるし、私の人生において最も辛い上半期だったと思うんです。絶対に。でもこの上半期があったから逆になんかちょっと不幸なことがあっても、これぐらいなら大丈夫とか、逆にラッキーかもって思えるぐらいになったし、だから辛いことがめちゃくちゃあっても絶対に得られることがたくさんあるしね、みんなにこうやって情報だって共有できるんじゃないですか。だから大丈夫。なんか辛いことがあってもいいことだってたくさんあるから、みんなでいいことをたくさん探していきましょうね。だしほらわかんないじゃん。ここで逆になんか変な役をパッパッパッパーってやっとけば運命の人にだって出会えるかもしれないしね。わからないから、みんな一緒に明日も頑張りましょうね。ということで、語りすぎましたが、私上半期いろいろあったんだけど、みんなもいろいろあったと思うんですけど、下半期、もう始まってますがね、一緒に頑張っていきましょうという思いつきな動画でした。すっぴんすぎてごめんなさいなんですけどね、こんな暇も好きでいてください。ということで、皆さん、今日もお疲れ様でした。明日も頑張りましょうね。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバイ。下半期はどんなワクワクなことが待ってるかな。